おすこちこんばんは、ポテトギロボテートつけてきてのよろしくお願いいたします。じゃあですね、カチジャスにも100本検証やってみたやっていきたいなと思います。はい、こちらカシジャスですね。このカシジャス、イフトの中ではかなりね不遇なのかな、不遇と言っていいかなという選手になるかなと思うんですけども、でこのカチジャス結構能力高いんですよ。そんな、カチジャスにもね100本検証ストレートシュート版ですけどもやっていきたいなと思います。このね、攻撃ゴールキーパーが有利っぽいとなっているこの検証、カチジャスさんどうにかやってくれるんじゃないかというところですね。仮にダメだとしても弱点がわからないで結局対策の立てようもありませんしね、逆に良かったらですね、それが強みということが分かったらまた今後の展示にもいろいろつながってくるわけですから、はい、そういった意味でどんな結果だとしてもですね、ポジティブに見ていただければなと思います。検証方法ですね。検証方法は今までと同じような形になっていきます。ペナ前からパーに向かってね、ストレートシュートを打っていきます。ゲージは 40% 以上ぐらい。長射普通で、枠外やポストはノーカウントとさせていただきます。カシジャスはこんな感じの能力になっています。これめちゃめちゃ強いね。こうやって見るとね、多分過去、今までやってきた中でも一番強い能力になってるんじゃないかな。はい、今回も失点集、そしてセーブ集って形で見ていきたいなと思います。はい、まずは失点集から見ていきましょう。実際ですね、このコースのかな、ボールの影とかをちょっと注目しながら、悪い甘いコースで入ってないかなとかは見ていく必要があるかなと思います。もうすでに何本かちょっとありそうだねはい、見ていただきました。そうですね、ちょっと甘いコースの失点がちょっとちらほらあるようには思いましたね。ざっと見てても今思いましたね。はい、これがどう影響していくのかっていう形にはなりますが、では次はですね、セーブ種見ていきましょう。はい、ここからはねセーブ種になっていきます。でもいいですね、割といいセーブあるね。はいはい、でも結構いいセーブもありますね。ファインセーブっぽいのあるな。はい、見ていただきました。はい、結構ね、いいセーブあったんじゃないかなっていう印象はありますよね。で、あとね、シュートの弾き具合っていうのかな、ちゃんとね、ボールをもう横に弾けてたのはいいかなと思いました。前に弾くんじゃなくてね、ちゃんと横に弾いてたっていうのは、いい場面だったんじゃないかなと思います。はい、ではですね、早速、データ見ていきましょう。まずはね、過去版、今までのやつを見ていきましょう。こんな感じでしたよ。大体 35% とかこの辺が区切りになってくるのかなっていう感じになりますが、今回カシジャスどうなったか、こちらです。はい、ということで、29%。そうですね、めっちゃ止めるとまではいかなかったですね。はい。データだけで見ていくとですね、これカーンとほぼほぼ同じ形になりましたね。カンノが身長高いわけですから、これはね、カシジャスが頑張ったとも言えなくもないんですけど、能力1とか2が高いぐらいだと、身長差は3ぐらいは埋められたとも言えんのかっていう感じですかね。で、そもそもですね、この検証自体は、5% 前後の誤差は出てもおかしくない検証ではあるんで、たまたまっていう可能性はもちろんあるんですよね。もうちょっと本来は出来がいいっていう可能性もあるはあるんですけどね。データだけ見ててもしょうがないんで、実際のところ比べていきましょう。まず甘いコースのワースト比較ですね。左がカシウス、右がカーンとなっております。影の位置に線を引くとですね、こんな感じ。はい。ということでですね、カシージャスの方が若干内側という感じ。ワーストのこの記録に関してはね、前やった川口選手とちょっと同じぐらいでしたね。ちょっとそれは悲しいなどうなんだろうね。ちょっと実際のシーン見てもらいましょう。こんな感じです。はい。どうですかこれ。こう見るとね、特段おかしくもないんですよね。別に反応がめちゃめちゃ遅いからそうでもないしね。クルトワの時はね、めちゃめちゃ遅いのとかあったけど、そういうんじゃないし、システム上届いてないのかなとか、もう思うぐらいの感じですよね。もうちょっと止められるようにしてもいいよな。カシージャスだよ、だって。当時は世界最高って言われてた気がしますけどね。はい、次はですね、ちょっと、同じ価格の持ってきたんですけど、ちょっとね、ぴったりなリプレイの映像がちょっとなくてですね、似てるやつをちょっとどうにか持ってきた感じなんですけど、黄色、手前にいるのがね、ドンちゃんなんですけど、カシージャスの方がね、まず厳しいコースだったというのは大前提で見ていただきたいんですけど、はい、見ていきましょう。
はい、まずこの時点でカシラズの方がボールがね厳しいんで一歩多く踏み込んでます。ドンナルンマより一歩多く踏み込んでおります。でそのまま見ていくと、はい、でもうこう見るとね手の範囲はほぼ同じなんですよ、身長差あんのにね。で最終的には一歩の差なのか分かんないけど、若干カシラズの方がね外側まで手が伸びてるようなそんな感じはありましたね。なのでここで言えるのはですね、こう見ると割とねあんま身長差感じないんですよ。結構あるはずなのに、10センチ以上あるはずなのにね。だから場面場面で身長差が影響しにくいところっていうのは大いにありそうなんじゃないかなと思いました。これは正直仮説でしかないんですけど、ただ今後ね結構こういうのは希望になっていくんじゃないかなと個人的には思っております。はい、どうですかね。なんかネガティブな情報だけで終わってもしょうがないんで、こういう形で希望みたいなものがね見えていければなと思って紹介しました。はい、というところで今日は結論です。カシージャスが輝くのはもう少し先とします。はい、ということでいろいろ見ていただきました。ちょっとねデータ的にはネガティブな感じにはなるんですが、正直全然諦めてないというか、諦めるもよくわかんないですけど、むしろね一つこう弱点みたいな部分が分かっただけというかね、それぐらいしか思っておりません。いい結果だとしても悪い結果だとしてもですね、そのまま出していくのがこのチャンネルというか、僕がやってる意味があるかなと。動画映えみたいなことだけ考えたらね、確実に結果が出るものとかね、結果が出るように検証とかすればいいんですよね。それだと僕のチャンネルの意味がないというかね、意義がなくなっちゃうんでね、今後もねこういう風にそこはブレずにやっていきたいなとは思うんですけど、悪い結果だったら悪い結果、それを踏まえてですね、じゃあどうしたらいいのか、どういう風に育成したらいいのかっていうのを紐解いていければなと思います。なのでこの結果を踏まえてですね、どの場面なら戦えるとか強みが出るのかみたいなところもねちゃんと模索していきたいなと思います。でちなみに皆さんはカシージャスどういうところが強いと思いますかね。皆さんの主観でもいいのでぜひ教えていただければなと思います。そういったものが、そういったコメントがね結構参考になったりしますからね。現実の世界とかで言ったらカシージャスはね個人的には足元がめちゃめちゃうまかったですけどね、弾くのがね、足元とか弾くのがめちゃめちゃうまかったなって印象はあるんですけどね、イーフトじゃちょっとなかなか表現しづらいなとは思いますよね。ここまでのね検証ちょっと軽く総括していくと、分かっていることは190センチ以上、そして能力が高い、そして攻撃的ゴールキーパーっていうのはストレートシュートに強いというところはねちょっと見えてきたかなと。能力高いといってもですね、だいたい94以上ぐらいかなになってるとっていうイメージになるかなと思いますね。で前回今夏のやつやったんで今回やりたかったんですけど、ちょっとね今夏しっかり入る前にですね、ちょっとカシージャスのストレートはちゃんと終わらせてからねやっといた方がいいかなと思ったんで先にカシージャスをやりました。はい、ということで一旦ですねストレートシュート編っていうのは一旦区切りみたいなのはつけたいなと思います。ちょっと今後ね強いゴールキーパーとか気になるゴールキーパー出てきたらちょっとまた考えたいなと思いますけどね、一旦は区切って今後はねまた今夏みたいなことをやっていきたいなと思います。ちなみに念のために言っとくんですけど、以前ねミドルシュートのスキル検証もやったんですけど、シチュエーション的にもね結構似てるんですけど、角度も違うし全然シチュエーションもね同じじゃないので、得点率とかとのデータをねこっちと照らし合わせるのは全然別物というか全く違うことになっちゃうので、そこだけは気をつけていただければなと思います。はい、というところでねまた今後もいろいろやっていきたいなと思いますので、この動画良かったら参考になったら面白かったなと思った方はですね、高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後雑談して終わりたいなと思います。はい、ここからはね雑談になっていきます。いやちょっとデータとしてはねちょっとネガティブな感じにはなったんですけどね、ちょっと今後いろいろやって紐解いていきたいかな。なんか希望みたいな部分も見えてきたし、ちょっとどっかで何かに一つね分かりやすく強いところが出てきればな、見つけられればなと思っております。ただにしてもねちょっとコナミさんね180センチ台のゴールキーパーに厳しすぎよ。そんな気はしちゃうけどね、現実でも結構いるから180センチ台からなとは思っちゃうけどね。であとねこの検証100本検証のねコメントでねちょっと悲しくなるから嫌なんだよなみたいな言ってる人がいてですね、確かに気持ちわかるんですけどね。
まあ、ただ現実として必要なものだとは思うんだよな。なんか低い点数取りたくないから模試受けたくないですみたいなね感覚に似てるなと思いました。受験では絶対必要じゃんみたいなね。まあなんかそれとはなんか違うけど、でもなんかまあなんか気持ちはわかるんですけどね。まあでも現実として必要な部分かなと思いますので、まあそういった意味でねポジティブに捉えていただければなと思うし、まあ僕もですねこうやってあんまいい結果じゃない時ってねチャンネル登録者数減ったりするんだよね。まあそういうのも分かりつつ分かってんですけど、でもね出さないわけにはいかないというか、そこでやらなかったらこのチャンネルの意味なくなっちゃうんで、そういったところはねちゃんとポジティブに捉えていただけたら嬉しいなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですねコメントで教えていただければなと思います。3万人を目指しておりますので、この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方はですね高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、ということで今日はねストレートシュートカシュージャスについてやってきました。まあちょっとねまた今後ねいろいろ見ていきたいなと思います。またねこれからはコンカ編もねやっていきたいなと思いますのでよろしくお願いいたします。ということで今日の動画はこれで終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。